で、12ハウスっていう目に見えない精神世界に木星が滞在しています。しかもこれはライジングプラネットと今回なってますね。そしてこの場所って実は恒星シリウスがある場所とすごく近いんですね。ということでこの木星のパワーがかなり強い満月ということになります。こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日は天秤座の満月のホロスコープを分析解析していきます。3月の11日に木星が逆行を終了しました。そして3月の21日に水星の逆行が終了しました。ということでここからしばらく水星が6月29日に蟹座でもう一度逆行始まるまで主要天体全天体巡行期に入ります。しかも4月の10日に火星がお羊座に入りかなりアクティブになります。天王星が4月の26日に双子座に入ると軽やかでなければ生きていけない、そんな時代へと突入をしていきます。そのために必要な手放しを天秤座の満月にすると捉えるといいと思います。そしてそのために必要なメッセージが4月の2日の天秤座の満月図に含まれているので、今日はたっぷり分析していきたいと思います。まずはこちら、満月図見えておりますでしょうか。ドンと真ん中に置きましょうか。もうちょっと大きくしようか。どうでしょう。じゃん。はい。まずは私の顔よりもこちらを見ていただいて、こちらがですね、天秤座の満月図です。日本では4月の2日、この満月の時間にですね、天秤座の月は4ハウス、それからお羊座の太陽は10ハウスで満月を形成します。満月は常に相反する緊張を生み出します。天秤座は他者への配慮や思いやりを示します。お羊座は自己主張を示します。つまり全く相反することの多いエネルギーの間で緊張、コンフリクト、摩擦を生み出していきます。お羊座の太陽がありのままの自分でいるための意識や表現や行動を求めていくわけですけれども、天秤座の月はそのために他者とぶつかることを良しとしないという感じですね。この満月が主権でそうした問題を表面化していくという可能性が大いにある時期だということになります。協調性と自己主張や自己防衛の間で絶妙なバランスが期待される場面が多くなる。これが天秤座の満月周辺に起こりそうなことです。それから保守的に見える天秤座ですが、実は活動級の質を持っているので、率先して物事を決めたりリーダーシップを持ちたい意欲はすごく強いんですね。ですが、水亀座や双子座やお羊座やヤギ座のように分かりやすく他人からもあの人リーダーシップがある、しっかりしてる、ついていこうみたいな、頭がいいとかいうのが実力を認めてもらいやすい星座ではないんです。持ってるけれども。なのでなかなか認めてもらう機会には恵まれにくいという葛藤があるのが天秤座の領域です。能力を過小評価されることが多いという感じですね。なので今回の天秤座の満月では皆さんの星座が何であれ自分自身が過小評価されてきたという経験を持つ人にとっては誰もがその傷をもう一度思い出すような出来事も多くなるかもしれません。今回この満月図では10ハウスという社会的な頂点の舞台でお羊座の太陽が自分らしくありたいという純粋な意欲を燃やしています。ここに魂の傷を示すカイロン、それから冥界からの帰還と変容を象徴するペルセポネ、現実的な責任を司る土星が全部重なっていますよね。土星は人間関係において解決されない課題を解決して変容させるためにもうごまかせないよっていう現実を突きつけてきます。これも満月周辺気をつけたいところです。それに対して4ハウスの天秤座にある月とパンドラ、これは
もちろんオポジションとなっているわけですね。で、4ハウスというのは自分の基盤や心の居場所、家族を意味する場所です。パンドラは予期せぬ出来事や箱を開けるような真実の露呈を象徴しています。社会的な使命、10ハウスを果たそうとする中で内面的な基盤や人間関係、4ハウスにおける隠されていた感情とか問題が一気に噴出して葛藤が生まれるということもあるかもしれません。でもこれは本当の意味で自立し、土台を固めるための大切なプロセスというふうに捉えることもできます。ちょっとこちらをよいしょ。一回移動させます。じゃんじゃんじゃん。上のところに。はい、こうやって見せときます。で、12ハウスっていう目に見えない精神世界に木星が滞在しています。しかもこれはライジングプラネットと今回なってますね。そしてこの場所って実は恒星シリウスがある場所とすごく近いんですね。ということでこの木星のパワーがかなり強い満月ということになります。しかもエロスと一緒にいますので、エロスは情熱とか生命力を象徴しています。この木星エロス連合が満月の月と太陽双方に対してスクエア90度という緊張感のある角度をとってます。社会的な自分である太陽とプライベートな自分である月のこのバランスを取ろうとするときに潜在意識12ハウスからの強い衝動とかメッセージ、心の声が強く問いかけてくるというようなことも起こっていくと思います。お羊座の太陽は自信と確信を持って前進しようとするでしょうし、天秤座の月はその前進に他者への配慮をちゃんと求めてきます。ですから木星はこれら2つの意識をどちらも同時に拡大させていく。木星は拡大する天体なので、ために逆方向への引っ張り、これが強く感じられるということが起こりそうです。この葛藤の中で自身の喜びと他者と分かち合う豊かさについて真剣に向き合ってバランスを変えていると感じるならば、積極的に調整をするということがこの天秤座の満月に宇宙が皆さんに求めていることということになります。で、特に今言ったようにこの木星、今回のチャートではかなり強い影響力を持っているために感情が大きく揺れ動きやすい時期となります。でもそれは魂がこの機会により広い世界へと広がろうとしている証拠でもあります。何しろ願いを叶える力が最大。これはお羊座の新月。これがもうすぐやってくる。そこに向けての準備期間だと捉えると手放しが必要であることがわかります。それから天秤座は支配星は金星です。そして金星は今回最も美しく輝ける場所の一つである牡牛座に入ったところです。金星は天秤座にいるとき、牡牛座にいるときにとても元気です。今回金星が牡牛座に入ってすぐということで、金星のパワーも実は絶大です。そして金星を振り返ると、社交とか人間関係、それから他人から認められたいという願望に関わる天体です。この金星は豊かさと人を育むこと、自分が成長することに関係するセレスと共に10ハウスにいます。このコンビは7ハウスにある対人関係のところにある水亀座の冥王星、破壊と再生の冥王星ですね。それからジュノーという小惑星、権利の主張。この2つの天体とスクエアを形成しています。豊かさや自己価値を追求しようとするときに衝突が起こって破壊を生みやすいという配置になります。ここでお羊座の自己主張と天秤座の他者への配慮にも自己主張の他者への配慮もしながらも自己主張の権利があるというこういう絶妙なバランスを取る力、マインドを鍛えるということができれば社会的なステータスをより本質的なものへと引き上げてくれるというエネルギーにつながっていくと思います。もう一個見逃せないのはもう一個固まっているところがあるのがわかると思うんですけれども、これは9ハウスという高い精神性の学びの部屋に多くの天体が集結しているということです。行動の火星、知恵のパラス、真逆のエネルギーを持つこの2つですがくっついてます。さらに思考の水星、集中力と献身
のベスタ、そして魂の向かう先を示すドラゴンヘッド。これらがここにあって、12ハウスの木星エロスと調和的なトラインを形成しているんですね。これは直感とかインスピレーションを現実的な知恵や行動へとつなげていく力、これが非常にスムーズに流れる可能性があると示しているんです。目に見えない世界、精神世界、潜在意識、魂の存在としての自分、本当の内側の自分からの叫び、宇宙視点からのメッセージ、こういったものを素直に受け取って、それを新しい学びや新しい人生の旅、あるいは精神的なチャレンジへと昇華させていく絶好のタイミングということになります。今回最も注目すべきはこの天体の中でどこか。こういうことを先生術クラスでは勉強してるんですが、注目するポイントって一つのホロスコープの中にいくつかありますよね。それがポジティブに向かうエネルギーの場所と、ここはなんだかちょっと振動エネルギーが集中してるよという場所があるんですが、今回の場合、それは5ハウスなんです。あれ1個しか入ってないと思うかもしれませんが、ここにいて座のリリスが入っていて、このリリスが太陽、月、水星、土星、ベスタ、ドラゴンヘッド、ペルセポネ、パンドラと多くの天体とアスペクトを取ってしまっているんですね。リリスは天体とアスペクトを取った時に、それがハードであれソフトであれ影を浮き上がらせる感受点なんです。リリスは影の欲望とか野生的な本能というものを象徴していますが、5ハウスにあるということは楽しみたい、表現したいという欲求が時に極端な形とか社会的な枠組みからかなり外れた形で出やすくなるということです。このリリスが絡むアスペクトでは一歩間違えるとかなりネガティブな結果を招くという可能性があります。自由奔放になりすぎて周囲を置き去りにして過剰な自己表現、一生懸命自分自身を表現したりしていると気がつくと周りが引いていたみたいな、信頼を損なっていたみたいなことにもなりそうなので注意は必要となります。4ハウスの天秤座の月と10ハウスのお羊座の太陽に12ハウスの蟹座の木星がスクエアしていると最初に言いましたが、これはもう一つ、これも注意点としては、身勝手な行動が公にバレて恥をかいてしまうということがよくあるアスペクトでもありますので、この点も注意点です。ただし、全体的に私はこの満月をかなりポジティブに捉えています。社会的な立場とコンフォートゾーンの間で揺さぶりが起こります。でもそれによって隠されていた問題の原因が明確になります。問題が表面化していてもどうしたらいいのかわからないなら辛いですが、原因がわかると解決しなければ進めない状況の中で解決していくしかなくなりますし、どれを解決すればいいのかも明確になるので、やりやすいということになるんですね。自分自身が他者との関わりの中で本当はどういうバランスで自己主張していきたいのかという自分のありたい姿を問いかけ見つめ直し、そこに向かってまっしぐらに進み始めるチャンスでもあると思います。ということで、この満月にすべき開運行動は、基本満月新月にはいつもジャーナリングをお勧めしています。書くという行為はとにかくおすすめです。私はマニフェステーションコーチ、セプタグラムソウルジャーニーコーチング講座のコーチでもあって、コーチングが実はライフワークでもあるんですが、とにかく書き出すということをお勧めしています。文章が得意とか関係ないんですよ。ただし、箇条書きでもよければ、なんなら絵で書いてもいいんですが、書き出すということによって初めて俯瞰で見ることができるんですね。この中に入れたまま考えているときは、机の引き出しをなんとかそのまま整頓しようとしている感じで整頓できない。一回全部出してから入れ直した方が分かりやすくなるということがあります。なのでやはり今回もジャーナリングがおすすめなんですが、ここで自分自身の本質的な欲求と社会的な役割の境界線を明確にする意識を持って、どのあたりに自分がいたいのかですね。これをジャーナリングとして書き出してみてください。パートナーとか人間関係の間で
感情的にならずに誠実でかつ自己犠牲にもならない対等なコミュニケーションってどんな感じっていうものを書き出してみていただきたいと思います。さらに今回、天秤座の満月です。金星のパワーを大いに受け取りたい。そのためには五感を満たすことを積極的にやりましょう。美味しいものを食べる。大好きなアーティストの音楽をかける。好きなアロマを感じる時間を持つ。満月周辺にこれをするとすごく落ち着いていきます。五感が喜ぶ環境の中で先ほどのジャーナリングをすることがとても大事です。この時期の NG 行動はとにかくコントロールです。身勝手な相手に対して過度に依存したり、反対に家族とか身近な存在をコントロールしようとしたり、正しさを証明するために語りすぎるということには注意しましょう。周りが離れていってしまう時です。ここで古い殻を脱ぎ捨てて、しっかりとしたマインドで自分自身が社会と関わっていくというやり方をね、整頓しておくと、この後にお羊座の満月やってきます。この満月に作るドリームボードが本当にソウルが求めているものになります。そしてそれが一番素晴らしいドリームボードの条件となるはずです。で、実は今回の満月、お羊座と天秤座っていうカーディナルサイン、つまり活動球で起こっているんですね。つまりこれは終わりの満月ではなくて、始めるために終わらせる満月ということで、ぜひそのように受け取っていただけるといいかと思います。ちょっとセプタグラムの宇宙から受け取ったカードによって1枚引きをメッセージをいたしましょう。蟹座のカードが出ました。これは愛と思いやりと育みのカードですね。蟹座のカードっていうのは自分自身がまだまだ成長できるぞというメッセージが含まれています。皆さんが何歳であれきっと成長し続けることができるので、諦めずにチャレンジをしてみてください。実は先日、オーストラリアで一番大きなイベント、マインドボディスピリットフェスティバルというのがあるんですね。とても有名で、こういうことに関わっている人たちがオーストラリア以外からもたくさんいらっしゃったりします。私自身3回目の出展でございまして、今回日本から佐藤式セルフケアの佐藤先生もいらしてたんで、一緒にブースをして、体のケアと星を知る心のケアっていうのを一緒にやらせていただいたんですが、このカードを外に貼っていると、同業者の人がいっぱい来るイベントなんですけれども、みんなが止まって、このカードは一体どこから生まれたのか、見たことがないエネルギーだということで、購入したいという人も実はいっぱいいたんですね。もちろんこれ購入していただけるけれども、やり方を習わないと自分自身でスプレッドの仕方とかがわからないかと思うんですが、そう言ってもいい、もうカードだけでも持っていたいから買うという方が結構多かった、かなりのエネルギーカードとなっておりますので、これはできるだけこの YouTube で皆さんに今後の動画でもいつも1枚引きをして、皆さん持ってない方のためにメッセージをお届けし続けたいと思いますので、ぜひご覧ください。なんかこういうことでこのカードで引いてほしいというリクエストがありましたら、コメントに書いていただきましたら、今度ですね、その皆さんのリクエストに合わせて動画を上げるのもいいかなと思ってます。なのでカードで引いてほしいことがあれば、ぜひご自由に書いていただきたいと思います。実はもう今回今かなりバタバタと満月前に撮っておりまして、ボディマインドに出てたので、動画を撮る時間がなかったので、慌てて今回この動画を出して、この後すぐに出したいと思います。なのでまだですね、12星座別天秤座の満月のメッセージを作ろうかと思ってたんですが、できておりませんが、もし満月までに間に合いましたら、また別動画を作ってお出ししたいと思いますので、ちょっと戻ってきて、チェックしていただければと思います。あるいは公式 LINE 無料で登録できますので、入っとっていただきましたら、12星座別の動画をもし上げた場合は公式 LINE で、そこへのリンクを貼って皆さんがすぐに見れるような状態にしておきますので、ぜひご覧くださいませ。ということで、お羊座の新月もますますね、近づいてきました。先生術の流れでは、
春分があって、春分の後、最初の満月があって、これが天秤座の今回は満月。そしてこの天秤座の満月から一番最初に来る日曜日がイースターサンデーということで復活祭になります。というふうにちゃんと月のリズムでできてるんですね。つまりこの復活していく、再誕生していくエネルギーっていうのは、春分後の満月からどんどんエネルギーが大きくなるということなんです。だから皆さんもちょっと今元気がない、疲れてるという人もですね、これ今復活する流れとしては最高ですので、ぜひ五感を満たして自分の大好きなものに囲まれながらこの時期を過ごして、そのまま新月に突入して自分の夢のドリームボードをパタパタ貼ってね、作ってみていただきたいと思います。そこでぜひ五感を使ってドリームボードを作るということがおすすめです。頭で考えるだけじゃなくて、なんかこれ美味しそう、これ楽しそうって思うものを貼っていかれるといいのではないかと思います。ということで、素敵な天秤座の満月をお迎えください。